本当に行ってしまうの？そうだよ AR15。 カリンも私たちを引き取ってくれるし、もしかしたら。もう決めたの。あいつを連れて帰るって。M4、 これがあんたがまた現れた理由なの？ファイヤー！敵ユニットの数確認。期待に応えてみせます。消し済みにしてあげる。これが欲しいんでしょ？チャンス。これなんてどう？お姉ちゃん宛ての手紙だよ。ありがとう。M4、 今度は私が見上げる番よ。ようやく私の出番ですか。もう一度あなたと戦えるなんて光栄です。かつてのようにまた遠慮なく指示をください。先行サーバー大型イベント後編の人形アステリアの情報が公開されました。大型イベント放送ですでに言及されていたため、今回は別途ベイラン島はありませんでしたね。それでは AR 正体の AR15 アステリアのスキル情報を見ていきましょう。前回と同じく固有名詞は一部省略しています。また大まかな内容しか紹介されていないため、詳しい部分は実装後に確認できます。アステリアは物理のサポート人形です。まずはアステリアのパッシブから見ていきましょう。戦闘開始時、味方の物理人形全員に特殊な攻撃力、非ダメージ軽減バフを付与します。効果はアステリアの初期攻撃力の一部とアステリアのダメージ軽減の一部を獲得するというものです。そして味方が武器属性を持たない物理ダメージを与えた際、アステリアが使用している武器の武器属性を追加します。また戦闘開始時に自身は罪と罰というバフを獲得します。罪と罰は会心ダメージ攻撃力上昇バフで、所持者が物理ダメージを与えた後、近くの敵にもダメージを与えます。さらに所持者がダメージを受ける際、そのダメージを無効化する効果もあります。アステリアがウルトを使用した後、先ほど物理人形に付与されたバフを持つ人形にも罪と罰を付与します。パッシブをまとめると、物理人形に様々な攻撃系バフを付与し、無敵効果も与えるようです。特に武器属性の追加は注目すべき点で、武器弱点システムを補完してくれるからです。武器弱点は属性反応と同時に追加された物理向けのシステムです。武器属性ダメージを繰り返し与えることで、より高いダメージを与えられます。ただし物理人形は一部のスキルに武器属性がないこともあり、かなり微妙だったのですが、これをアステリアが解決してくれますね。通常攻撃には特に変わった点はなく、続いてスキル1です。移動後ダメージ軽減バフを獲得します。到着地点に遮蔽物がある場合、ダメージ軽減が上昇。そしてパッシブで味方の物理人形に付与されたバフを強化します。つまりより高い攻撃力バフを付与できるようになります。ひとまず純粋な移動技兼バフ技ですね。
非ダメージ軽減効果も共有するため、このスキルで得られる効果も一部共有されそうです。続いてスキル2です。範囲物理ダメージを与え、移動低下にも付与します。2体以上の敵またはボスに命中すると追加移動を獲得し、スキル1と同じ物理人形用バフの強化も発動します。味方へのダメージバフも備えた範囲攻撃スキルですね。比較的シンプルです。続いてウルトです。まず前方の敵に防御低下にと効果が不明なウルト固有の特殊でバフを付与します。そして敵に全ての武器弱点を付与し、物理ダメージに対する防御力低下と非ダメージ上昇も付与します。その後遮蔽物を無視する範囲物理ダメージを与え、このダメージは敵の防御力を一部無視します。シナモン砲を撃つスキルですね。様々な形で防御低下を付与し、武器弱点も追加します。パッシブには味方へ罪と罰を付与する効果もあるため、他の味方より先に使いたいスキルですね。モーションは2種類あり、デフォルトは銃を撃つ右側のモーションです。続いて固有キーも簡単に見ていきましょう。罪と罰のダメージを伸ばせそうな味方のターン外物理攻撃のダメージ上昇や、罪と罰が攻撃した異なる敵の数に応じたダメージ上昇があります。そしてウルト固有の特殊でバフに関連するキーが多くあります。スキル 1.2 のバフ強化を行う際に特殊でバフの持続時間を更新するものや、特殊でバフの所持者が倒れた際、別の敵に特殊でバフを付与するものがあります。どのような効果なのかはまだ分かりませんが、かなり重要な効果のようです。さらに味方がその特殊でバフを持つ敵を攻撃する際、弱体特攻を獲得するキーもあります。ユヒに続く味方全体に弱体特攻を付与する手段となるため、かなり重要なキーに見えます。最後にウルトを近接ダメージへ変更し、パラデウスに対するダメージが上昇するキーがあります。つまりウルトの左側にあるエクスカリバーのモーションはキーの効果によって変化したスキルだったようです。近接ダメージのシナジーも受けられますし、何よりもロマンがすごいですね。まずサポートではありますが、味方を守るサポートスキルはあまりありません。 HP 回復は見当たらず、ダメージ軽減とダメージ無効だけですね。ダメージ無効が何回発動するのかは分かりませんが、永続無敵ではないでしょうから、安定性そのものはそれほど高くないと思われます。その代わりこれまでの物理に不足していた武器弱点の付与や各種防御力低下、さらにキーによる弱体特攻の付与も可能です。ユヒに代わる新たな物理サポートになる可能性もありますし、もしかするとユヒと併用し防御力無視を極限まで引き上げることもできそうです。レイニーの2つ目の上位キーも同時に追加されるため、物理編成には大きな変化が訪れそうです。スキルセット上、物理編成以外では使いにくいようになっていますが、もしかするとローレライのように特定の凸で他の編成にも採用できるようになる可能性があります。今回はこれまでに公開された情報をもとにアステリアについて確認してみました。現在先行サーバーでは物理編成がやや弱い状況ですが、アステリアは物理を救うことができるのでしょうか。正式実装が楽しみです。